こいつですか？ただのパシリなんで気にしないでください。隣の俺を見て笑ったのは、10歳以上も年下の新人社員だった。7年間の支社生活を終えて、久々に本社へ帰還できた俺だったが、その矢先に、嫌味を連発する若者とコンビを組むことになってしまい、商談に向かったのだが、契約はしません。お帰りください。取引先の社長令嬢は新人を冷たく突っぱねた。しかし、なんと俺には逆に熱い視線を向けてくるではないか。あなたさえ良ければ、私とどうですか？え？聞きましたよ、倉木さん。マジっすか？今時実在してたんだ。初対面の彼にもらったものは、はじめましてでも、よろしくお願いしますでもなく、俺を馬鹿にする言葉と、オフィス中に響くような爆笑だった。俺の名前は倉木誠。とある IT 系企業の本社で働く35歳だ。おい、うるさいぞ、友川。うわすいません。案の定、目の前の彼は同僚に叱られた。けれど本人は、ケロッと笑顔まで浮かべる余裕ぶり。なかなかのメンタルの持ち主だ。俺は思わず感心してしまった。はじめまして、倉木誠です。あなたは？ああ、僕は、友川春人です。倉木さんの指導係にされたっぽいんですけど、ぶっちゃけいります？その言葉に、俺も確かにと思う。実は、こうして本社の営業部に復帰するまで、俺は遠方にある支社へ出向していた。その期間は7年間。それだけ空けば、本社内の様子もあちこち変わっているとは思うが、とはいえ、改めて指導が必要かというと、上司が考えていることはよくわからない。ところが、考えが読めなかったのは、目の前にいるいかにも今時の若者といった容姿の友川くんについても同じだった。だって、いくら教えたって理解できないでしょ？むしろ疑問なんですけど、なんで高卒がうちに入れたのか。そう。俺の最終学歴は高校卒業。それは社内の誰もが知るところだ。友川くん、入社2年目のまだ新人と言って差し支えない若手の彼まで。うちって国内でも規模がでかい方じゃないですか？海外にも支社を持ってるし。まあ、そうだね。大学にも憧れてる同級生は多かったな。まあ、入社できたのは僕だけですけど。はは。なるほど。友川くんが高卒の俺を見下す理由は、自身が有名大学を卒業したから。誇れる学歴を得て、有名企業にストレートで入社したというエリートの自負があるからだった。要するに、何の仕事ができるかもわかんない学歴のおっさんを指導する時間は無駄じゃないかってこと。まあ部長の指示に逆らうのも時間の無駄なんで、ここは従っておきますけど、言いたいことをすべて一息に言い切って、友川くんはやれやれといった雰囲気で腰に手を当てた。なんて素直な子なんだろう。むしろ、こういう若者は嫌いじゃないと思ってしまうのは、やっぱりおっさんになったからだろうか。その現実には、はっきり言って少し凹む俺だった。とりあえず、廊下の自販機でコーヒー買ってきてもらえます？ああ、嘘。冗談ですよ。そんな典型的なパシリみたいなこと、部長に見られたら雷落とされますって。びっくりした。そうだよね。はい。なのでこれお願いしますね。にやりと不敵に笑って、友川くんがどさっと俺の手に預けたもの。それは、謎の箱だった。これは、うっかり溜めちゃったんで、経理に出してきてもらっていいですか？箱の蓋を開けば、そこには領収書やレシートなど、経理課に持っていくべき経費に関わる書類がぎっしり。けれど、それだけでは終わらず、あと、総務で新しいボールペンと付箋をもらってきてほしいです。ああ、そう。企画部にも用が、はい、このファイルお願いします。僕これからアポがあるので、戻ってくるまでに全部お願いしますね。
そう言い残して、俺をその場に残してオフィスを出て行ってしまったのだった。その後も、友川くんは何かと俺に、こまごました用事を申し付けてきた。早く各部署の場所を覚えるためですよ。と、一見もっともらしいことを言いつつ、実際のところ、明らかに典型的なパシリだ。俺が本社にいた7年前と、各部署の配置は一切変わっていないんだから。次は、その前に喉が、はい、どうぞ。この時間になると、大抵いつも喉が渇いたと言って、お茶を入れるように指示してくるから、俺が先回りして湯飲みを差し出すと、友川くんは面白くなさそうな顔をした。なんか無駄に気が利くし、おっさんにしては無駄に仕事が早いし、つまんないな。それはどうも。なんか面白いことを。すると、いきなり表情を一変させて、友川くんはにやりと笑った。倉木さん、彼女っていたりします？彼女って恋人のこと？いないけど。ですよね。だって倉木さんは女性が苦手なんだから。噂で聞いたんですよ。なんでも中学、高校と男子校で女性と接する機会がなかったからだとか。でもやばくないですか？ 35 にもなってそれは。実に痛いところを突かれてしまった。その噂は本当で、俺は女性が大の苦手だ。仕事をする上で関わりは避けられないので、そこは努力で顔に出さないようにしているが、さすがに私生活までは自分から関わりに行く気力が残っていなくて、気がつけば35歳。未だに独身というわけだ。へえ、なるほど。じゃあお手本見せてあげましょうか。僕、学生時代から彼女が途切れたことないんで、本気出したら相手が誰でも落とせるっていうか、退屈しのぎにぴったりなおもちゃを見つけたとばかりに、得意満面な表情で思わぬ提案をしてくる友川くん。そして後日、さっさと行きますよ、倉木さん。彼は自分の訪問先に俺を同行させるのだった。行くってどこの企業に、友川くん？まあ企業っていうか、僕の彼女に会いに。まだ予定ですけど。へへへ。詳しく聞けば、これから向かう五十嵐グランエステートは、彼が以前から交渉している大手不動産会社。その担当者はなんと、その大企業を経営する社長の一人娘。つまり社長令嬢。かなりの美人ながら、どんな男性にもなびかないと有名なのだが、友川くん曰く、僕はあと一歩だとか。ここだけの話、向こうも僕が好きみたいで、かなり年上ですけど、あんだけ美人ならこっちも OK かなって。そんなに綺麗な人なの？倉木さんもびっくりしますって。はいはい、急いで急いで。早く会いたくてたまらない。そんな様子で、友川くんは俺の背中をぐいぐい押した。女性が苦手な俺でも、そこまで言われては興味が湧いてくる。少し楽しみな気分で、友川くんと一緒に彼女の元へと向かったのだった。そちらの方は、お会いするのが初めてですね。五十嵐律香と申します。にっこりと微笑んで名刺を差し出してきたのは、道中で聞いていた通り、いや、それ以上の美女だった。透き通るような白い肌に、一本一本が輝くかのように美しい黒髪。俺と同い年の35歳と聞いていたが、まだ20代と言われたらそう見えてしまうほど、やや童顔で愛らしい雰囲気の顔立ち。その中で、際立つ口元のほくろが、不意にドキッとするほど艶やかに見える。なるほど。これなら隣の友川くんがデレデレと、だらしない顔になっているのも納得だ。どうも、はじめまして。慌てて俺も、目の前の社長令嬢、五十嵐さんに名刺を差し出す。すると、五十嵐さんは少し驚いたように目を見開いた。倉木さんとおっしゃるんですか？はい。そう。しばらくの間、
なぜか俺の顔と名刺を交互に見比べて、やがて五十嵐さんは再びにっこりと微笑んだ。失礼いたしました。どうぞ、お座りください。ああ、大丈夫です、律香さん。この人は、ただの見習い兼荷物持ちっていうか、今日は僕の仕事ぶりを見学に同行しただけなので、そう早口でまくし立てると、友川くんはずいっと自分のカバンを俺に押し付けてきた。よろしく、倉木さん。あとはいいので、後ろで見ててくれますね。はあ。その表情は笑顔だったが、どこか圧を感じるもので、俺は彼の隣、空いている椅子に座ることは許されなかった。まるで、これ以上五十嵐さんと目を合わせるのは許さない、とばかりに。こうして一人で、かつ自信満々で商談に挑んだ友川くんだったが、待ってください。この人月単価は、相場よりも高額ですが、その上で御社を選ぶメリットは？そう、我が社のクオリティは他社のどこよりも、その根拠は？ユーザーの評判が、穏やかに微笑んだ表情のままで、商談が始まるなり、五十嵐さんは、資料のあらを見つけるたび、厳しい表情で友川くんの説明を遮って、その豊富な知識と頭の回転の速さで容赦なく質問攻めにするものだから、友川くんはタジタジになり、最初の自信もどこかへ行ってしまって、はっきり言って、商談は全くうまくいかなかった。友川くん、すごい汗だよ。大丈夫？ちょっと暑いな、この部屋。これじゃ進む話も進まないな。そうだ、僕、いいカフェを知ってますよ。そこのアイスコーヒーが美味しくて、どうですか、律香さん。今度二人で、ゆっくり涼みながら親睦を深めるのは？さすが、メンタルの強い友川くん。転んでもただでは起きず、むしろデートの誘いに話を持っていったではないか。お手本を見せると言っただけはある。俺も感心したのだったが、勘違いしないでください。この流れで、プライベートの誘いに乗るほど、私が安い女だと思いましたか？下の名前で呼ばれるのも、以前から不快でした。五十嵐さんの顔からは、いきなり一切の笑顔が消えて、友川くんを冷たい目で見下ろし、無表情で淡々と喋る様子には、俺も背中にゾクッと寒気が走った。まして友川くん本人は、そんな、だって、あんなに笑顔で、話を聞いてくれたから、それって僕のことが好きなんですよね。かわいそうなくらい青くなって、肩をプルプルと小刻みに震わせていた。それでもなお希望を捨てない彼を、五十嵐さんはバッサリと切り捨てた。違いますが。仕事だからです。たとえ嫌いな相手にも笑顔で接するのが、私たち営業担当でしょ？嫌い？後ろ姿からも、ショックで燃え尽きたのが伝わってきた。もうこれ以上は見ていられない。商談を引き継いで、この場をどうにか収めるために、俺が一歩前に出た。その時だった。正直、今回のご提案はお断りしようと考えていたのですが、倉木さん、あなた次第では再考しようと思います。自分ですか？突然にっこりと微笑んで、五十嵐さんは俺たちに提案してくるのだった。担当者を交代するなら、今後も商談を続けていく、と。俺と友川くんは、二人揃って驚きの声を上げたのだった。それから友川くんは、がっくりしたまま会社に追い返されて、俺と五十嵐さんは、二人きりで商談を進めることになった。どうして自分なんかを。倉木さんだからですよ。こちらをまっすぐ見つめる視線に、思わず胸がドキッとする。女性は苦手なはずなのに、なぜか俺も、彼女からは目が離せない。俺たちは、お互いにじっと見つめ合って。誠実そうですよね、倉木さんは。そうでしょうか。お会いした時から思っていました。そちらのご提案は決して悪くなかったのですが、どうしてもあの方が、友川さんのことを信用することができなくて。自分は女性の扱いに慣れていて、その上エリートなので、好意を持たれて当然。
ついでに自分より学歴や立場で劣る人を見下すのも当然。そんな態度をプンプン匂わせてくるので、以前から苦手に思っていたと。友川くんの勘違いは、これで完全に否定されたのだった。私の方こそ、仕事に私情を持ち込むようですが、実は少し男性が苦手で、特にああいう方は、そうなんですか。思わぬ共通点を知って、俺も彼女に明かした。実は、自分も女性が苦手なのだと。誠実そうに見えるなら、それは苦手ゆえに一歩引いた態度をとっているせいだろう。だから、いい年をして恋人もいないのだと。そうなんですか？意外です。倉木さんはきっと女性に好かれるだろうと。いやいや、ちょっと昔いろいろありまして、この先どうしたものかと。なるほど。じっと考え込むような仕草。それも、すごい美人なので様になる。俺が見とれていると、五十嵐さんは顔を上げて、ポンと両手を合わせた。でしたら、協力しませんか？協力？私に、倉木さんが女性になれるお手伝いをさせてください。その代わり、倉木さんも私を手伝っていただけませんか？男性への苦手意識克服を。私たち、なんだか初対面とは思えないほど気が合うような、そう思いませんか？倉木さんも。にっこりと目を細めて、五十嵐さんが浮かべた。その女神のような笑顔には、俺も抗うことができず。交渉成立ですね。はい。よろしくお願いします。気づいた時には、彼女と握手を交わしていたのだった。僕がダメだったのはともかく、なんで倉木さんなんかが、まだ納得いっていないらしく、ブツブツ言っている友川くんから引き継ぎを済ませると、俺は正式に五十嵐グランエステートを担当することになった。言っときますけど、諦めたわけじゃないんで、どうせ倉木さんに契約は無理なんだから、その時は僕がビシッと決めますからね。それは助かるよ。この引き継ぎ資料もありがとう、友川くん。あの人のこともまだ諦めたわけじゃ。やっぱり、ブツブツ言いながら去っていく友川くんだったが、この日以降、彼があれこれ用事を申し付けてくることは、たったりとなくなったのだった。ついでに、指導係の役割も完全に放棄されたわけだが、今我が社に必要なのは、より感覚的に利用できる顧客管理システムなんです。その理由は、なるほど。彼に襲われなかった部分は、商談で顔を合わせるたびに、五十嵐さんが教えてくれるようになった。商談相手なのに、まるで会社の先輩と後輩でもあるような、なんとも不思議な関係。けれど俺は、そんな彼女の一面にも好感を持った。こうして、一緒にいる以上、もう私たちはビジネスパートナーと言えますから、お互い気持ちよくお仕事をできた方がいいでしょ？相手を出し抜いて、自分たちの有利に商談を進めるような真似は、できればしたくないと、思ってしまうのは、いずれ会社を継ぐ人間として甘いでしょうか？いえ、いいと思います、すごく。とはいえ、契約するかどうかは別の話なので、その点では厳しく判断させていただきますね。ですよね。お手柔らかに。打てば響く頭の良さに、優しさと厳しさをバランスよく持ち合わせた考え方も、大企業の社長令嬢ながら、その立場をひけらかしたり、利用しようと考えたりしない謙虚さも、彼女は外見と同じくらい、いや、それ以上に内面も優れた女性だった。これほどの女性なら、数多くの男性から一緒にいたいと望まれるのも納得の。一緒にいられたらいいのに、倉木さんともっと。世の中の男性がみんな倉木さんだったら、って最近よく思うんです。もしそうだったら、きっと毎日もっと楽しいのに。少し声を落として、微笑んだ五十嵐さんが囁く。それだけでも、女性慣れしていない俺には特大のヒットだったのに。そうだわ。たまたま父の知り合いに映画のチケットを2枚もらったんです。よければいかがですか？これって、まさかデートの誘いなのか？
固まった俺の言葉にならない問いかけに、五十嵐さんはにっこりと笑顔で答えたのだった。何事も経験あるのみですよ、お互いに。こうして俺たちはデートにいつか異性と行くための練習をすることに。映画館の前で待ち合わせをして、映画を見終わればお茶をしつつ感想を言い合う。そんなプランを五十嵐さんが立ててくれたのだが、俺は彼女に対して非常に感謝することになる。お待たせしました、倉木さん。先に到着していた俺に向かって、近くまで来た五十嵐さんが手を挙げる。その姿を見つけた途端、他には何も考えられなくなってしまった。普段きっちり着こなしているスーツは、ふわっとした素材のシャツとロングスカートに。常に一本の乱れもなく、後頭部でまとめられている髪は、ゆったりとカールして柔らかく、肩にかかっている。すれ違う人々の誰もが、思わず振り返っては目を奪われるほどに。プライベートの五十嵐さんは、あまりにも、映画を見に行く女性は、皆さんがこんなに綺麗なんですか？参ったな。それじゃあスクリーンに集中できない。内容なんて覚えられるかどうか。倉木さん。しばらく、五十嵐さんはポカンとしたまま立ち尽くしていて、何かまずいことを言ってしまっただろうか。俺がハッとして焦り始めると、突然、プルプルと肩を震わせ始めた。すみません。どこが悪かったのか、ぜひ教えてください。今後のために。そうじゃなくて、だって、倉木さんが100点満点すぎて。よく見れば五十嵐さんは、顔を真っ赤にして、今にも笑いそうなのを懸命にこらえていた。いけない。もうすぐ上映時間。急ぎましょう。はい。いきなり早足で歩くのを追いかけつつ、俺は彼女と一緒に映画館の中へ。そして案の定、映画には終始全く集中できなかった。その後も何度か商談で顔を合わせるのと同じくらい、二人でデートの練習を重ねた。はじめはプライベート姿の五十嵐さんに緊張しっぱなしだった俺も徐々に慣れていって、自然に会話ができるようになった頃、彼女は次のステップを提案してきた。そろそろお互いを名前で呼んでみませんか？いつまでも名字で呼んでいたら、よそよそしい印象を相手に与えてしまいかねません。ですが、いきなりそれは、さすがにハードルが高いのでは。そう感じてしまったのは今だからこそ。だんだん、五十嵐さんに惹かれ始めている自分に気づいてしまったからだった。少し難しいかもしれません。むしろ。そうですか？それなら、尻込みする俺を見て、五十嵐さんはハードルを下げてくれた。まずは、もっとお互いのことを知りませんか？そうすれば自然と名前で呼べるようになるかも。なるほど。それくらいなら俺にも、と話題を探してあたりを見回したとき、ふと俺たちがいるカフェの外に親子連れの姿を発見したので、子供の頃も五十嵐さんは可愛かっただろうな。そんな言葉が無意識に口からこぼれ出た。もう、倉木さん、本当は女性が苦手なんかじゃ。そういう倉木さんこそ、どんな子供時代だったんですか？なぜかほんのり顔を赤くして、五十嵐さんが尋ねてくる。しかし、まるで俺から話を振ったような形になっていながら、なんだか申し訳ないのだが、実は、あまり子供の頃の記憶がなくて。いろいろありまして、やっぱり覚えていないけど、辛かったのかな。俺は五十嵐さんに、おぼろげだが覚えている限りのことを明かした。小学生の頃、ある時から両親が喧嘩する姿を見るようになった。そして気づけば、母は実家から姿を消していて、それから高校卒業まで父と二人きりで暮らしていた。いわゆる、父子家庭育ちなのだと。それが原因で、学校ではからかわれていたような覚えも、すみません。こんな話を。いつの間にか、五十嵐さんの表情は暗く沈んでいて、
これは絶対に話のチョイスを間違えた。慌てて、俺は彼女に謝ったのだったが、なんと、五十嵐さんの目からは突然ポロッと涙の粒がこぼれて、続けざまにポロポロといくつも彼女の白い方を伝え始めた。ごめんなさい。私、こちらこそ。違うんです。お詫びに、ここは私に持たせてくださいね。そう言って、伝票を手に立ち上がったので、この涙の理由は結局明かされないままだったが、実は上司にいいレストランを紹介してもらって、よければ金曜日の夜にどうかと。後日、俺が勇気を振り絞って本当のデートに誘うと、はい、ぜひ。五十嵐さんは輝くような笑顔で OK してくれたのだった。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした、倉木さん。お粗末様でした。金曜日、時刻は夜の20時過ぎ。レストランで食事を堪能した後、繁華街の道路沿いを一緒に歩く。五十嵐さんはいつものように明るく話しかけてくれるのに、一方の俺は、ついさっき食べた料理の味も思い出せないほどガチガチに緊張していた。今日こそ彼女に思いを伝えよう。そう決意して人生で初めて女性を食事に誘ったからだ。綺麗。街路樹を見上げて五十嵐さんがぽつりとつぶやく。今俺たちが歩いている大通りは夏でも特別なライトアップがされていることで有名だ。その幻想的な雰囲気からデートの定番スポットだとレストランのついでに上司が教えてくれたのだった。五十嵐さんの方こそ。わざわざ仕事終わりに着替えてくれたのだろう。腕を出した青いワンピースと華奢なハイヒールといういつにも増してドレスアップした姿。街の明かりに照らされた姿はまるで彼女自身が光り輝いているように道行く誰よりも間違いなく綺麗です。すごく。倉木さん。他に言葉が見つからなくてストレートに伝えすぎただろうか。恥ずかしそうに五十嵐さんがそっと目を伏せた。その時だった。ヒールが石畳に引っかかったのだろうか。突然、五十嵐さんがガクンとバランスを崩して、地面に向かって体が倒れていくのが見えて、とっさに俺は手を伸ばした。危ない。間一髪、五十嵐さんが転ぶ前にその体を支えることができた。まるで背中から抱きしめるような形で。ありがとうございます、倉木さん。律香さん。あまりに細くて、今にも折れそうな体に触れた瞬間、俺はとうとう、秘めていた思いを我慢できなくなった。好きです。律香さん、あなたのことが。倉木さん。すみません。こんな時に、どうしても伝えたくなって。五十嵐さんが無言になってしまって、俺には少し焦りが生まれた。さすがに急すぎた。というか、タイミングが悪すぎたか。それとも、急に名前を呼んだのが不快だった。いずれにせよ、この告白は失敗だったか。すみません。本当に、彼女を抱きしめたままだった腕を後悔と共にほどいた。その時だった。お父さん。不意に、そうつぶやいたかと思うと、五十嵐さんは、あっという間に俺と大きく距離を取った。ごめんなさい。あそこに父がいたので。そっと、視線だけで彼女が指し示した先には、遠目でも、高級だとわかるスーツに身を包んだ、細身で品のいい中年男性が、ちょうど、老舗ジュエリーブランドのショップから出てきたところだった。すごく厳しい人で、女子一貫校の大学部卒業まで、私は男女交際厳禁だったくらい。それはまた。男性が苦手になるのも納得でしょ。なのに自分は大恋愛の末に結婚したと。もう、またデートしていたのね。呆れたように、五十嵐さんが苦笑いする。そして、ふと思いついたように、俺に手招きをすると、
目の前にあったビルの影に隠れさせた。あそこに車が止まっているでしょ？助手席に乗っているのが、お母さんです。そう教えられて、俺も彼女と同じ方向に視線を向ける。俺たちがいる位置からは、ほとんど真横に黒塗りの高級車が見える。五十嵐さんの父、五十嵐グランエステートの社長が乗り込むのとは反対側。歩道に面した助手席には、いかにも品の良さそうな中年女性が、社長夫人にして、五十嵐さんの母が座っていて、五十嵐さんはお父さんになのかなと思った瞬間だった。頭から冷水を浴びせられたように、その場で俺は硬直した。なぜなら、彼女は、俺が知っている女性だったから。倉木さん？どうなってるんだ？あの人が、どうして五十嵐社長と、どうしてお母さんなんて呼ばれてるんだよ。父さんと俺を捨てておいて。俺の言葉に、五十嵐さんも真っ青になって絶句した。そう。五十嵐社長夫人は、離婚した俺の母親。それも、父以外の男性と不倫関係になって、俺たちよりも不倫相手の男性を選び、あっさり俺たちを捨てて出て行った。俺が女性を信じられなくなり、距離を置くようになった原因だったのだ。知っていたんじゃないか。思い出したよ。五十嵐だよな。同じクラスだった。五十嵐さんはビクッと大きく肩を震わせた。それが何よりの返事だった。小学4年生。母が不倫の末に父と離婚して、実家を出て行った年。同じ小学校に通っていた俺たちは、クラスメートだったのだ。私、誠くんのこと大っ嫌い。その声まで、今になってはっきりと思い出した。それまで、クラスメートとして仲良くしていた女子に、ある日いきなり、理由もわからずに嫌われて、彼女の父親が地元で会社を経営していた影響力から、他のクラスメートたちも同調して、俺を避けるようになった。母親に捨てられたショックに加えて、小学校でも孤立して、あまりに辛い出来事が続いて、追い詰められた俺が選んだのは、忘れることだった。それ以外に、辛い記憶から逃れる方法はなかったから。初めて会った時に俺だと気づいたな。なのに、知らないふりをした。俺が忘れているのを幸いに。ごめんなさい。後ろめたくて、罪滅ぼしのつもりだったのか？俺に協力を提案したのは、それは、蒼白になった方に、次から次へと、いくつも涙の筋が伝う。それを見ても、俺は少しも、心が動かなかった。ごめんなさい。八つ当たりだったの。あの頃は、父を許せなくて。五十嵐を産んだ実の母親は、長い闘病の末に亡くなった。それから1年後、彼女は五十嵐社長に新しいお母さんを紹介されたという。それが、俺の母親だった。知らなかった。お母さんが誠くんのお母さんだったなんて、本当よ。父はずっとお母さんが好きで、だけど家の反対で結婚できなくて、母が亡くなった後に二人は再会して。もういいよ。待って、これだけは信じて。お母さんは。もういいって。ひゅっと息を飲んだ五十嵐の目から、新しい涙がこぼれ落ちた。ごめんなさい。と、かすかな声で涙ながらにつぶやいた彼女に、くるりと背を向けて、俺は歩き始めた。誠くん。彼女を名前で呼んで、俺も名前で呼ばれたい。その願いがようやく叶ったはずなのに、不思議なくらい、少しも嬉しいとは思えなくて。どうして今日だったんだよ。別の日を選んでいたら、母と鉢合わせすることもなかった。そうしたら、過去を忘れたままでいられたかもしれないのに、楽しかったな、今日だけでなく、今までずっと、五十嵐さんと過ごす時間はあまりに楽しかった。やるせない思いを抱えたまま、俺はとぼとぼと家路に着いたのだった。それから週が明けて月曜日。俺は誰が見てもわかるほど、
明らかに落ち込んでいたらしい。暇なんですか、倉木さん。なら、自販機でコーヒー買ってきてもらっていいですか？友川くん。わかったよ。は？席を立って、廊下の自販機に向かおうとすると、友川くんは俺の進路に立ちふさがった。ちょっと冗談ですよ。何やってるんですか？そうなの？なんだ。あんた、これからアポですよね。僕にパシられてる暇ないでしょうが。ああ。ビシッと、出入り口の方を指さす友川くん。俺たちがいる営業部では、社員それぞれが持つ予定を掲示板に書き込んで、全体で共有することになっている。そうか、彼は、教えに来てくれたの？友川くん。別に、マジで忘れてるなら、代わりに僕が言ってもいいかなって、まだ諦めてないんで。それもいいかもしれない。は？なんと言っても、顔を合わせるのがものすごく気まずい。友川くんにも気を使われるほど、あからさまに俺の足は重くて、それでも仕事なんだからと、自分を叱咤して、彼女の元へと向かった。そして、誠くん、倉木さん、私は、ご提案したい新システムについて、改めて説明させていただきます。あの夜について、五十嵐が言及しようとすれば、わざと聞こえないふりをして、俺は逃げに走ったのだった。このまま商談成立、無事に契約まで進めば、もう五十嵐と会うこともないだろう。そうしたら彼女のことも、彼女が思い出させる母のことも、また忘れてしまえばいい、と、友川くん、やっぱり担当を変わってもらえないかな。は？耐えられなかった。自分の思いに気づかなかったことにして、最後まで彼女と接し続けるのは、かといって何もなかったことにして、彼女と母を簡単に許すこともできなくて、俺は自分の仕事からも逃げ出してしまった。あとは最終的なすり合わせと、最後に契約を結ぶだけなんだ。お願いしてもいいかな。あんた、それ、僕に手柄を譲るってことですか？ここまでやっておいて、それでいいよ。そもそも最初は君が担当の仕事で、しっかりしろよ！俺ばかりではなく、オフィスにいた誰もが目を見開いて、その叫び声の主に注目した。はっ！これだから低学歴は嫌なんだよな。大事な仕事を任せられなくて。おい、友川、どうしたんだ？とりあえず落ち着けよ。異変に気づいてなだめようとする同僚たちを強引に振り払って、友川くんはずかずかと早足でオフィスを横切った。契約も彼女も僕がものにするんで、あんたが悪いんですよ、倉木さん。俺に向かって出入り口でそう叫ぶと、友川くんはそのままオフィスを飛び出していったのだった。おい、あいつは一体どこに行ったんだ、倉木。本社を離れる7年前までは、同僚として親しくしていた、現在は部長に昇進している先輩社員が困惑したように尋ねてくる。実は。まったく、あいつは、やっぱり勘違いしていたようだな。お前にあんな態度を取るなんて。やがて、就業時間が迫った頃、ようやく飛び出して行ったきりだった友川くんが戻ってきた。友川くん、心配したんだよ。どこに？倉木さん、明日、五十嵐さんと最後の商談なので。明日？一緒に来ますよね、倉木さんも。いつものヘラヘラと軽い印象は、どこにも見当たらなくて、初めて見る真剣そのものな表情で、友川くんはじっと、俺の返事を待った。そういうことなんで、僕は雷を落とされてきます。最後はいつもの感じを取り戻して、自ら部長の元に向かう背中を見送りながら、俺は妙な胸のざわつきを感じていた。友川くん、君は。そして翌日。というわけで、最終的にはこんな金額と納期になる感じですけど、大丈夫ですか？はい。友川くんが最後の締めに入る段階まで、商談は滞りなく進んだ。
向かい合った俺と五十嵐がほとんど言葉を発することなく、非常に気まずい空気を醸し出していた以外は、問題ありません。よろしくお願いいたします。五十嵐が友川くんの説明に同意したことで、商談は成立。ついに契約書を交わす段階。俺たちにとっては別れの時がやってきた。すると、そうそう、忘れてた。そう言って友川くんは急に自分のカバンを漁り始めて、やがて分厚い紙の束をバサッとテーブルの上に出した。これ、今回のシステムの使用書です。開発部から預かってきました。え？それは俺が知らない話だった。担当交代になって以来、開発部と五十嵐をつなぐパイプ役として、それぞれとやりとりをしてきたのは俺なのに。友川くん、これは一体。倉木さんが言ったんですよ。僕に譲るって。だったら黙っててくださいよ。俺をじろっと一睨みすると、次の瞬間にはにっこりと笑顔を作って、友川くんは五十嵐に使用書を差し出した。どうぞ五十嵐さん、念のため確認してください。ええ。パラパラと五十嵐が使用書をめくる。そして最後のページまでたどり着くと、顔を上げて友川くんを見つめた。これが、ご説明いただいたシステムの仕様、ということで、よろしいですよね。これで大丈夫ですか？はい。じゃあこれで契約ということで、ささっと書いちゃいましょうか。目の前にずいっと、友川くんは今回の契約書を五十嵐に差し出した。それを受け取った五十嵐は、胸ポケットのペンを手にして、ペンの先を署名欄に置いた。その時、ちょっと待った。五十嵐の手を押さえたのは、俺の手だった。倉木さん？ちょっと何やってるんですか？黙っててくださいって。この使用書はダメだ。手にした使用書を目の前に掲げて、俺は五十嵐に彼女が驚くような真実を告げた。この使用書通りに設計しても、君たちが求めるシステムは完成しない。そうだろ、友川くん。ああ。その顔からは、先ほどまで浮かんでいた笑みは消えていて、友川くんは俺の問いかけに無言で答えた。どういうことですか？友川さん。やだな、五十嵐さん。倉木さんは高卒で7年も地方に左遷されていて、その上簡単に仕事を投げ出すような人ですよ。有名大学を出た僕より、そんな人の言葉を信じるんですか？はい。間髪入れずに、五十嵐さんは即答した。私は、今まで見てきた倉木さんを、誠くんを信じます。彼は、嘘をつくような人ではありません。五十嵐は、友川くんではなく、俺を見ていた。そうでしょうと目で訴えてくる。そんなことをされたら、俺は自分の言葉が嘘ではないと、証明しなくてはいけないじゃないか。10分。いや、5分くれないか、友川くん。は？何のために？もちろん、証明するためだよ。この使用書が、全く違うシステムのものだと、そう宣言して。俺は、持参したノートパソコンをテーブルの上に置いた。そして、ああ、これは彼が書いたな。7年前と癖が同じだ。独り言をつぶやきながらキーボードを叩き始めた。五十嵐と友川くんが目を大きく見開く。それを横目に、俺はキーボードを叩き続ける。片手に使用書を持って、パラパラとめくりながら。そして5分後、できたよ。終始唖然としていた二人にパソコンの画面を向ける。同時にエンターキーを押すと、その瞬間、五十嵐はと大きな声を上げた。これ？そう。今回の案件とは全く無関係な、ある企業のホームページだ。しかも、今度は友川くんの方を向いて、俺はこの5分間の間に気づいた事実を告げた。これは使用書じゃなくて、うちで働くプログラマー向けの内部設計書だな。内部設計書？ピンと来ていない五十嵐に、俺は使用書と設計書の違いをざっくりと説明する。使用書とは、
こんなシステムを作るつもりですと完成イメージを伝える資料で、見せる相手は五十嵐のような外部のクライアントだ。それに対して設計書とは、システムが完成するまでの過程を記した資料。特に内部設計書は、プログラミングを行うために必要な工程を詳細に記したもので、主に開発を行うプログラマー内で共有されるもの。したがって、外部のクライアントに見せることは基本的にないのだが、システム開発会社を相手に取引をするのは、これが初めてで、しかも勉強はしているものの、こちらの業界にはまだまだ疎い。そんな五十嵐のことを知っていたから、彼女なら、仕様書と設計書の違いがわからないと思ったんだな。友川くん。なんで、あんな速さで、設計書をソースコードに起こせるんだよ。マジで5分だぞ。ありえねえ。友川くんの言葉に、五十嵐もうんうんと強くうなずいた。何をしているのか、手の動きが全く目で追えなかったわ。本当に、たった5分でホームページを作ってしまったの？細かい部分は省略した簡易版だけど。それでも、あんたは一体何者なんだよ。明らかに、くそ、そこらの大卒より、はるかにできるぞ。高卒のくせに。悔しそうに吐き捨てた友川くんへ、俺は逆に尋ねた。部長に聞いていないのかと。今回、本社に戻ってくるまでの7年間、俺はアメリカの支社にいたんだ。システムエンジニアとして。え？ 18 歳で入社した時、俺はプログラマーだった。それから、優秀な大卒の同僚たちと腕を磨き合い、やがてシステムエンジニアの仕事を任されるようになって、出向が決まった28歳の時には、すでにキャリアは10年と、同年代の中では一番だった。それを買われて、まだ立ち上げから間もなく、人手が足りなかったアメリカの支社へ、IT 最先端の地で大いに刺激を受け、さらに腕を磨いて日本に戻ってきた。なかなか将来有望で容量もいいが、調子に乗りやすくて、人の話も聞かない若手がいてな。しばらく一緒にいて、鼻っ柱を折ってやってくれないか？本社復帰後に開発部へ戻らず、営業部へ配属されることになったのは、部長に頼まれて、友川くんと一緒に働くことになったからだった。つまり、本人は勘違いしていたものの、彼は指導係ではなく、指導される側。俺も日本でのブランクを埋めるには、今求められるシステムを直に知れる営業部がぴったりだと思ったので、この話を引き受けたのだった。ちなみに、俺の父も元エンジニアだ。小学校で孤立したことで不登校気味になった俺に、父は退屈しのぎにと自分が仕事で培ったプログラミングを教えてくれた。それがきっかけで強くのめり込んだことが、時を経て今の俺につながっている。父が体を壊して入院しがちだったから、進学する余裕がなかったのは、当時は悔しかったけど、もし大学を出ていたら、アメリカに行くこともなかったかもしれない。だから今は良かったと思っているよ。そんなことより、君は、五十嵐を騙すような真似をして、あのまま契約書にサインしていたら、どうするつもりだったんだ、友川くん。え？その前に止めるつもりでしたよ。あんたが気づかなかったら。どういうこと？すると観念したように、長いため息をついて、友川くんが白状したのは、サインする前に、この使用書は間違いだったって言うつもりだったんですよ。そのために、わざと別の、できるだけパッと見では設計書だとわからないものを、わざわざ持ってきたんだから。何のためにそんなことを。倉木さん、あんたプログラミングはすごいのに、頭はいいけどバカなんですね。え？わからないんですか？あんたと律香さんのためですよ。いい歳して、二人してうじうじしてるから、わざわざ僕がチャンスを作ってあげたんじゃないですか。商談でこちらにミスがあれば、五十嵐は不信感を抱いて、契約は延期に。あるいは、こちらが延期にする口実ができる。その分、商談の期間が延びるから、友川くんは俺たちに、また会うチャンスを作ってくれるために。
だから、そう言ってるじゃないですか。バカだなぁと、大げさに肩をすくめて。友川くんは、五十嵐の手元にある契約書を取り上げた。これも、念のため用意した偽物なんで、もういらないですよね。そう言って、ビリッと縦に破き、くしゃくしゃと丸める。そして、呆然としている五十嵐を見下ろした。しっかりしてくださいよ。好きな男と喧嘩したからって、ろくに契約書も読まないでサインするとか、もう僕が好きだった律香さんじゃないんで。ああ、冷めたわ。やめやめ。さようならです、五十嵐さん。友川さん。あんたもですよ、倉木さん。高卒のくせして、五十嵐さんに契約を決めさせるほど、この人と渡り合うなんて。それに、あんなもの見せられたら、めちゃくちゃ悔しいけど、すごいって認めるほかないじゃないですか。友川くん。僕が認めてあげたんだから、二度と情けないこと言わないでくださいよ。あんたが変だと、こっちもやりづらくて仕方ないんだから。だから、さっさと仲直りしてくれません。俺と五十嵐をビシッと指さして、友川くんは部屋を出て行って、それから戻ってくることはなかった。五十嵐。倉木さん。誠くん。残された俺たちは、しばらく微妙な空気の中に佇んで、さて、どうすれば仲直りができるんだろうか。考えてみても、女性経験のなさがあだになって、俺には見当もつかなかった。だから、ごめん五十嵐。ただ、思っていたことを口に出したのだった。どうして誠くんが謝るの？謝りたかったからかな。五十嵐を泣かせて、あんな風に別れてしまったことを。謝るのは私。本当にごめんなさい。声を震わせて、五十嵐は深々と頭を下げた。自分の八つ当たりのせいで、俺がクラスで孤立することになってしまったことに。それを謝るタイミングを逃したまま、別々のクラスになり、別々の中学校に進学してしまったこと。そして、再会した俺の正体に気づきながら、気づかないふりをしていたことに。本当は、誠くんじゃなかったら、いいと思ったの。あなたが同姓同名の男性で、私が過去にした間違いを知らなくて、倉木さんを手伝うことで、過去を責められることなく、罪滅ぼしができたら、そんな、卑怯で自分勝手なことを考えてしまって。それも、俺が不死家庭だったと知ったことで終わりを迎えた。俺が元クラスメートの倉木誠だと否定できなくなって。真実を告白する時が来たと悟り、五十嵐は涙を流したのだった。あの夜、本当は私も告白するつもりだったの。もう誠くんに会えなくなったとしても、あなたに私がしてしまったことを、それから、誠くんを好きになってしまったことを。涙を一筋、スーッと頬に伝わせながら、五十嵐はどこか寂しそうな微笑みを浮かべたのだった。五十嵐。名前、呼んでもらえて、とっても嬉しかった。あんなに幸せな気持ちになれる資格なんて、本当は。律香。腕の中で息を飲む気配がした。その体を抱きしめながら、俺はもう一度繰り返す。律香。ダメ。呼ばないで。お願い。勘違いしてしまうから。勘違い？誠くんが好きだって言ってくれたのは五十嵐さんでしょ？クラスメートだった律香じゃなくて。どっちも律香だよ。理由はどうあれ、俺が女性になれるのを手伝ってくれた律香と、長い間ずっと謝りたいと思ってくれていた律香。どっちも優しい。俺が好きになった律香だ。誠くん。背中に腕が回されて、ぎゅっと強く抱きしめ返される。俺は失っていた過去の記憶を完全に取り戻して、その上で律香を許した。これからは二人で未来に向かって進んでいきたいから。するとその時、部屋のドアが控えめにコンコンとノックされた。律香ちゃん、もう入ってもいいかしら？遠慮がちにドアを開けて姿を現したのは、どうしてここに？
誠、ごめんなさい。実家を出ていく直前から20年以上ぶりに声を聞いた。今は律香のママ母になっている、すっかり年を取った俺の母だった。お母さん。その場に泣き崩れた母に律香がそっと寄り添う。そして俺に私が呼んだのと明かすのだった。二人にもちゃんと仲直りをしてほしくて。話すことなんてないよ、この人とは。聞いて、誠くん。母から目を背けた俺を一喝すると、律香は母の背中を優しく叩いて促した。誠くんと話して、お母さん。伝えたいことがあるんでしょ？涙で顔をぐしゃぐしゃにしながら、母はコクンとうなずいて、何度も言葉を詰まらせながら語ったのは、まさに俺の人生がひっくり返るような真実だった。誠、不倫をしていたのはお父さんの方よ。それを責めたら開き直って喧嘩に。最後はどうしても一緒にいられなくなって、私が出ていくしかなかったの。母も最初は俺を連れて出ていくつもりだった。ところが父は不倫相手と結婚して俺を育てると言って譲らず、どちらの方が誠のためになるか考えてみろと、母にとって一番の弱みをついたのだそうだ。持病があったの。その治療をしないと満足に動けない。けれど治療費を払ったら誠を育てるお金がなかった。だからこんな父が毎月欠かさず養育費を払い続けるとも信じられなかったから、自分と一緒に不自由な暮らしをさせるよりはと泣く泣く俺を置いていった。不倫をされた側なのに慰謝料も払ってもらえなかったという。それはあの頃私も不倫を疑われていたから。それってまさか。違うの。信じてもらえるとは思わないけれど。お母さん。とうとう涙で話すのもままならなくなった母に代わって、律香が話の続きを引き継いだ。私もしばらく誤解していたの。母が生きているうちに父とお母さんがあって、だけど誠くん違ったのよ。父はお母さんの相談に乗っていただけだったの。律香によると、父の不倫を知った母は掃除のパートをしていた会社の社長、若い頃は恋人だった律香の父、五十嵐社長に悩みを相談していた。二人の再会は全くの偶然で、やましいところは何もなかった。けれど父にはとても親密な様子に見えて、それを口実に母を責め、頑として慰謝料を払わなかったのだ。誠くん、あなたのためでもあったのよ。慰謝料のために貯金をはたけば、あなたも不自由すると思ったから、お母さんは慰謝料を諦めたの。そんな。ごめんなさい。誠、ごめんなさい。きっと母も律香に俺の過去を聞いたのだろう。小さな肩をさらに縮こめて、ブルブルと震わせて、何度も何度も謝るのだった。そんな母に俺は、病気もう治ったの？ずっと咳をしてたよね。すごく苦しそうだった。律香ちゃんのお父様のおかげですっかり。そっか、よかった。その一言とともに俺の目からポロッと涙がこぼれ出た。誠、よかった。よかったね、母さん。誠。再び泣き崩れた母の肩に俺はそっと手を置いた。もう謝らなくていいよ、母さん。そう伝えることが今の俺にできる精一杯だ。勘違いから憎んでいた時間はあまりにも長かったから。それに真実を知っても父さんを今すぐ憎むこともできない。不倫相手とうまくいかなくて別れてから自分も病気がちになっても俺を一人で育ててくれた。それは間違いないから。それでも母さんと仲直りできるかな。俺が尋ねると母は微笑みと一緒に大きくうなずいてくれた。もちろんよ、誠。母の隣で目に涙を浮かべた律香もうなずいてくれる。
今すぐすべて元通りとはいかないけれど、これからの時間が俺たちの溝を少しずつ埋めてくれるはずだ。会えてよかったと俺は確かに思っているから。その後、過去のわだかまりが解けた俺と律香は正式に恋人同士に。誠くん、次のデートはどこにする？私、誠くんが行きたいところがいいわ。あ、お仕事で疲れているならお家でも。そうだ、お腹空いてない？すぐ何か作るわね。誠くんが好きなのは。律香、まだ負い目があるせいか、俺に気を使うような態度が多いと感じるけれど、俺たちはまだまだ物語を始めたばかりだ。律香、俺は君が好きなものを知りたいよ。どこに行くのが好きで、何を見るのが好きか、何を食べるのが好きか、知りたいことばかりなんだ。俺に教えてくれるかな？誠くん、ええ、もちろん。これから少しずつ普通の恋人同士らしくなっていけると信じている。ところで、あれから五十嵐グランエステートとは無事に契約を結ぶことができた。さらに導入された新システムは五十嵐社長がえらく気に入ってくださって、その後も継続的に俺の会社へ社内システムの発注をしてくれるように。その功績とアメリカで磨いた技術が認められ、俺は新たな部長に就任。システムエンジニアとして働きつつ、部下の育成も行うなど、前にも増して忙しい日々を送ることになったのだが、今日、そんな俺に新しい部下が増えた。営業部から移動した友川です。めちゃくちゃ頑張るのでよろしくお願いします。なんと、一からプログラミングを勉強した友川くんが、自ら開発部に異動願いを出したのだ。友川くん、久しぶり。あの時は本当に、僕、いちいち過去は振り返らないタイプなんで、なんかいかにもおっさんって感じじゃないですか。倉木さんだけでお願いします。相変わらずだな。俺が苦笑いすると、友川くんはニヤッと笑った。すぐ追いついてみせるんで、それまで、倉木部長も現役でいてくださいよ。はは、望むところだよ。なんて頼もしい部下なんだろう。きっと彼なら有言実行してくれる気がして、負けていられないと仕事に対する情熱を新たにする俺なのだった。そして、この通りです。あの時は本当に申し訳ありませんでした。長い時を経て、父は再会した母に謝罪。昔の威張り散らした態度は見る影もなく、病気ですっかり小さくなった姿に母も思うところがあったのだろう。最初は険しかった表情がいつの間にか柔らかく変わっていた。許せません。許しません。今さら謝られたところで。はい。今はまだ。え？父の傍らにいる俺の顔を見て、母は優しく微笑んだ。いつかは許せるかもしれないわね。母の表情はそう語っていた。父さん、俺は何度でも立ち会うから、母さんが父さんを許せるまで、こうして。誠。母さん、いいよね。ええ、誠がそう言うのなら。あえて仲を取り持つことはしないけれど、例えば、お互いの日々に起きる幸せをよかったねと言い合えるくらいに、ほんのわずかでもいつかは溝が埋まってくれたらと願っている。どんなことがあっても二人は俺にとって代わりのいない両親だから。じゃあ俺は行くよ。律香が待ってるから。ちなみに律香とはこれから結婚式場の下見に行く。それぞれ過去にとらわれていた俺たちは今ようやく未来を向いて進み始めた。俺は最愛の人と一緒に二人で思い描く未来に向かって大きく一歩を踏み出したところだ。人はそれぞれ人生いろいろだ。お気楽そうに笑っている人が実は悲しい過去を抱えているかもしれない。優れた肩書きがないと侮った人が本当は誰より秀でた何かを持っているかも。だから人を目に見えるものだけで判断するのは良くない。そして意外な一面を知ったときは面白いものだ。
これから部下を育てていく俺も、様々な角度や視点から相手を知ろうとすることを忘れない。そして、それぞれが個性と才能を生かして、存分に活躍できる場所を作りたい。それもまた、俺が思い描いている理想の未来だから。彼女をナンパしてこっちの席まで連れてこいよ、中卒。小学校の同窓会の二次会で昔俺をいじめていた男に呼ばれた。彼の指さす先にはスタイル抜群の外国人、おまけに金髪で美しい女性が立っている。彼女を呼んでこいというのだ。お前の中卒英語でどこまでできるか気になるんだよ。ほら、I love you くらいは言えるだろ。何が面白いのか一人で大爆笑している。成功したら中卒のお前が出会ったことがないような可愛い女の子紹介してやるからよ。ほら行けよ、中卒のナンパ見せてみろ。俺は半ば強引に金髪美女の前に立たされた。周りがニヤニヤしている中、俺が美女に話しかけた。すると美女は俺の手を取って、事態はとんでもない結末を迎えることになる。俺の名前は白沢博夢。好きなことは手紙や文章を書いたり読んだりすることだ。俺が小学6年生の頃、とても目を引く女の子が転入してきた。名前は美空さん。おばあちゃんの家にあった人形みたいな女の子だった。しかしその見た目が俺たちとあまりにもかけ離れていたという理由でクラスの何人かにいじめられていたのだ。おまけに美空さんはうまく言葉が話せないのか、ろくに反抗もできない。精一杯抗議しても、はあ？何言ってんの？ちゃんと喋れよ。と取り合ってもらえなかった。当時、日曜日のヒーロー番組が大好きだった俺は、正義に憧れを抱いていた。なので、彼女を助けない理由がなかった。彼女の体操着が隠されているところを発見した俺は、すぐに取り出し返してやる。その姿を見たいじめっ子たちは、俺のことも標的にした。翌日は俺の体操着がなくなっていたのだが、美空さんが隠し場所を知っていて教えてくれたのだ。いじめっ子は弱いやつが強く見せるためにすることだと俺の好きなヒーローが言っていた。つまり彼らも本当は弱いのだ。俺は気を強く持ち、美空さんといじめに対抗し続けた。美空さんを助けるたび、ありがとうとたどたどしい言葉で一生懸命感謝され、俺の行動は間違っていないのだと自信につながっていった。しかし3ヶ月後、美空さんは家の都合で再び転校することになった。ヒロム、ありがとう。最終登校日に美空さんは泣きながら俺に手紙をくれた。寂しいと言っていた。俺だって寂しいと伝えると、手紙に引っ越し先の住所を書いたと伝えてくれる。じゃあ、俺も手紙を書いて送るよ。だから返事ちょうだい。うん。俺たちはそう約束をして別れた。家に帰って手紙を開くと、俺がいじめに立ち向かってくれたことへの感謝の気持ちや、俺と遊んでみたかったこと、大きくなったらまた会いたいなど、たくさんの言葉が綴られていた。彼女は口数が少なかったが、たくさんのことを考えてくれていたのだ。そう思うと嬉しくて、俺も美空さんがいて楽しかったことや、もっと話したかったこと、日常の何でもないことなどを便箋にひたすら書いていった。もちろん、俺が大好きなヒーローの話も。それから約1月に1回のペースで文通が続いた。面白いことがあると、美空さんへの手紙に書こうと思ってすぐにメモを取る癖がついた。中学生になっても彼女は相変わらず転校続きらしい。もういじめられることはないが、友達ができないと嘆く一方で、俺がいてくれてよかったと書いてあった。俺は美空さんを喜ばせたくて、封筒に入るギリギリの量まで便箋を詰め込んでいた。そういうわけで俺の趣味は手紙や文章を書いたり読んだりすることになっていた。読みやすい文章の書き方をインターネットや本で学んで実践を繰り返す。おかげで美空さんには俺の言いたいことが格段に伝わるようになり、ついでに国語の成績も上がった。
互いに進路を意識するようになり、美空さんの話を聞いてみると、どうやら夢があるらしい。応援メッセージを書き、自分の将来についても書こうとしたとき、俺の父親が事故で亡くなった。大好きで家族に優しかった父親を思春期に失い、俺は何も手につかなくなった。勉強もやる気が起きず、何をしても楽しくない。だが、俺には母とまだ小学生の弟がいる。俺が二人を支えていかなくてはいけないのだ。高校を辞めて働きに出れば少しは父親の代わりができるだろうか。そんなことを回らない頭でぼんやり考える。俺の机の上には未完成の手紙が広がっていた。心の整理がつくまで手紙は書けそうにない。俺は近況を書き、その一文を添えてポストに投函した。それから10年以上が経ち、俺は小学校の同窓会に来ていた。美空さんが転校してからいじめはなくなったが、その主犯格の顔と名前は嫌というほど覚えていた。今藤隼太。小学校の時点で高かった背はやはり高いままで、芸能人のようないでたちに圧倒される。彼は一流大学の外国語学科を卒業後、テレビ局で働いており、そこの社長令嬢と結婚している。まさに高学歴、高身長、高収入、世の男性が羨む男だ。そんな彼が俺たちをいじめていたわけだが、もう昔の話だ。極力視界に入らないよう会場の隅で友人と談笑していると、肩に手が乗せられた。白沢だよな、久しぶり。ああ、今藤か。なぜか俺のところまでわざわざやってきた。今何やってんの？俺のことは聞いた？テレビ局で勤めてるんだけどさ。少し聞いたよ。すごいね。だろ？いや、自慢になっちゃうけどさ、やっぱりこういうのって名前を広げておかないとな。で、白沢は中卒って聞いたんだけど、マジ？高校には行ったんだけど、中退っていうか。中退？今時そんなんあるの？まあ、いろいろ事情がある人はいるからね。そうか。お前、小学校の頃からちょっと変だったもんな。変わった顔の女子とつるんでさ、あんまり覚えてないけど。彼が覚えていなくても、こちらはしっかり覚えている。っていうかさ、働き口とかあるの？中卒だと大したところに勤められないんじゃない？まあ、心配には及ばないよ。はあ、金に困ったらいつでも言えよ。貧乏な同級生の一人や二人に手を差し伸べる余裕くらいはあるからな。なんて言っても俺、次期テレビ局の社長だからな。はははは。バカにした笑みを浮かべ、言いたい放題言うと、ようやく去っていった。友人たちは心配そうに俺を見るが、気にしないでと告げ、引き続き同窓会を楽しんだ。終了予定時刻が迫り、二次会の話が持ち上がる。すでに今藤がバーを予約しているらしい。白沢は行くのか？せっかく久々に会えたし行こうかな。でも20時から仕事だからそれまでには出るかも。今日仕事あるのか？しかも夜に。友人たちは日曜日の夜からなんてブラック企業にでも勤めているのかと心配してくれるが、そういうわけではないと否定した。自分で仕事のスタイルが設定できるだけなんだよ。大丈夫だから。みんなの心配をよそに、俺は構わずついていった。今藤の行きつけらしい店には、日本人は少ないと感じるほど外国人が多かった。どうやらアメリカに本店がある多国籍バーらしい。店に入るなり、臆することなく、手当たり次第女性に英語で声をかけていく今藤に驚いた。手慣れているのか、どこからも軽い挨拶が返ってきている。隼人、お前普段からこんなとこ来てるのかよ。すげえな、俺全然英語わからないんだけど。まあ、テレビ業界で働いてると自然と身につくもんだよ。英語もコミュニケーションもな。今藤は上機嫌で次々と奥へ進んでいく。用意してもらったソファー席に腰掛け、途中で捕まえた女性を両隣に座らせた。一瞬キャバクラに来たのかと錯覚するほど彼は自然に振る舞っている。みんなもその辺座れよ。隼人、本当に慣れてるんだな。
まあな、うちでよく起用してるタレントやモデルともよく来るんだよ。この子はカナダの子で、こっちはドイツから来たんだって。俺が今日来るって連絡したら来てくれたんだ。店員が持ってきてくれた酒を煽りながら自慢話は続く。バーにはたくさんの酒とダーツやビリヤードが設置されていて楽しそうなのだが、どうにも今藤の周りから離れにくい空気になっていた。当の今藤からは延々と自慢話が続けられる。誰も止められず適度に相槌を打つしかない。最初こそ今藤をもてはやしていたやつも苦笑いだ。しかし本人は酒が相当回ってきているのだろう。みんなの様子に気がつかない。これ以上いても楽しめなさそうだし、もうすぐ20時になる。そろそろ帰ろうかと腰を上げると、入り口からどよめきが聞こえた。振り返るとみんなが息を飲む。バーの受付にブロンドの髪を腰あたりまで伸ばした美しい女性が立っていたからだ。小顔で背が高く、9頭身ほどにも見える。一目でモデルか芸能人だと察することができるだろう。国籍を問わず誰もがみんな彼女を見つめている。すると彼女の近くにいた男性が話しかけた。しかし瞬時にあしらわれている。ああ、白沢。不意に呼ばれたかと思うと今藤が意地悪な笑みをしていた。彼女をナンパしてこっちの席まで連れてこいよ、中卒。え？中卒英語でどこまでできるか気になるんだよ。ほら、I love you くらいは言えるだろ。何が面白いのか一人で大爆笑している今藤。ここの席も空いてるしさ、あんな美人放っておく方が失礼じゃん。連れてくるって、お前いい加減にしろよ。既婚者だろ。そんな真似して奥さんにバレたらどうするんだよ。バレないって、バレなきゃやってないのと同じさ。成功したら中卒のお前が出会ったことがないような可愛い女の子いっぱい紹介してやるからよ。ほら行けよ、中卒のナンパ見せてみろ。俺はため息をついて九段の美女と目を合わせると手招きをした。彼女は少し驚いた顔をしながらもこちらへ歩み寄ってくる。手招きだけで来てくれるのが意外だったのだろう。みんなが目を丸くしていた。声が届く距離まで近くに来てくれた彼女にその場で話しかける。奥に座っている彼がさ、君をナンパしてこいだって。私を？どうする？せっかくだし挨拶しようかな。二人で今藤の方を見るとみんながとぼけた様子で俺たちを見ていた。友人たちが、お前今なんて話したの？お前英語話せるの？すげえな。と口々に俺を褒めたたえる。俺は今藤に言われた通り彼女に英語で話しかけたのだ。自然に会話ができていたのでみんな驚いたのだろう。そんな空気を無視して彼女はクスクスと笑う。みんなもしかして私が誰だか分かってない？当然かもね。たった3ヶ月しかいなかったんだし。今度は流暢な日本語で言う。3ヶ月という言葉に何人かが思い出したように声を上げた。もしかして美空？今藤が信じられないと言いたげな顔をしている。美空さんは大きくうなずくと今藤のそばまで歩み寄った。正解。あなたに散々いじめられた美空アレンさくらよ。久しぶりね。そう、彼女こそ俺と一緒にいじめられていた美空さんだ。今でこそあまりの美貌に目を惹かれるが、当時審美眼が養われていなかった小学生にとってブロンドの髪とハニーブラウン色の瞳は自身の常識を超えた存在だった。加えて彼女は父親がアメリカ人、母親が日本人のハーフで、アメリカから引っ越してきたばかりの彼女は日本語がほとんど話せない状態だったのだ。あの時は悪かったな。あんまり綺麗になったんでわからなかったよ。あっけに取られていた今藤だったが、美人を相手にして即座に切り替える。空いている席を促すが、美空さんは座らない。美空、久しぶりだな。今は何してるんだ？俺はテレビ業界で働いてるんだけど。モデル業よ。だったら俺と相性抜群じゃないか。どう？
この後時間あるんでしょ？ 3 次会しない？お互い積もる話もあるだろうし、仕事の話も。ねえ。いやらしく鼻の下を伸ばしている。下心が見え見えだ。だが、美空はツンとした態度で言い放った。悪いけど、私にはあんたと話すことなんて何もない。この後も忙しいの。ビジネスパートナーの社長様を迎えに来ただけだし。美空さんは身を翻し、俺の腕に自身の白い腕を絡ませた。さあ、ヒロム、行きましょう。あ、うん。なんで白沢を選ぶんだよ。っていうか、社長？今藤はふらつきながら立ち上がり、俺を指さす。まあ、彼女の子会社の経営をね。今藤と同じ業界にいることを悟られたくなくて、黙っていたので言葉を濁す。十数年前に父親を亡くし、呆然自失としていた俺のもとへ訪れたのは、美空さんの手紙。ではなく、美空さん本人だった。俺を心配して、いても立ってもいられず会いに来てくれたのだという。そして、俺を慰め、仕事を探しているのなら紹介するとまで言ってくれたのだ。彼女の父親はモデル事務所の社長をしており、日本での事業展開に向けて人手を募集しているらしい。事務や力仕事ができる人間がいればとても助かるのだという。俺は彼女と彼女の父親の行為によって職にありつけたのだ。社長は多国籍的に事業を展開しており、事務所には日本在住の外国人モデルが多く在籍していた。メインとなる言語は英語だが、中にはスペイン語や中国語を多用する人もいた。高校や大学に行かない代わりに、俺は仕事をしながら言語を学んだのだ。やがて働きぶりが認められ、モデルたちのスケジュール管理などマネージャーのような仕事を任されるようになっていった。経験が増えるにつれ、仕事を取るために雑誌社やテレビ局を訪問することも増えていった。そしてある日社長が言ったのだ。テレビ向けの事務所も立ち上げたいと。そして俺に代表になってほしいと。お世話になった社長の頼みと期待を断るはずもなく、俺は子会社であるタレント養成事務所の社長に就任することになった。その頃には美空さんもかねてよりの夢であった一人前のモデルになることができ、父親の会社の専属モデルとして活動している。テレビ局だかなんだか知らないけど、人間性に乏しい人と仲良くする気はないわ。それに私まだ許してないから。昔も今もあんたのことは大嫌いよ。みんなが聞き取れるように日本語で言い切り、不快そうに顔を歪める。一方の今藤も顔を真っ赤にし、美空さんにつかみかかろうとする。ふざけんなよ。こっちが下手に出たら調子に乗りやがって。しかし、俺が彼女を背にして立ちはだかる。今藤、これ以上騒ぎを起こすのは良くない。は？お前は関係ないだろ。それが関係あるんだよ。お前、自分の番組に関わったモデルやタレントにちょっかいかけてるだろ。うちのタレントから相談を受けてるんだよ。何？それと、実は俺と美空さんはお前の奥さんと知り合いなんだよ。うちのタレントが世話になっててな。それでよその女の子に手を出しているかもしれないから事実確認してくれって頼まれてたんだ。俺は自分のスマートフォンをちらつかせる。だから同窓会に出席するついでにお前の動向を見張ってたんだよ。証拠はバッチリだ。悪いけれど報告させてもらう。不特定多数の女の子に声をかけていたこと、タレントやモデルをバーに連れてきている発言、今日みたいにお気に入りの子がいることなど、動画でも写真でもバッチリ記録した。なんだそれ。探偵みたいな真似しやがって。今すぐ消せ。遅いよ。データはもう送った。俺の言葉に顔面蒼白になる。あんまり女性を舐めないことね。美空さんが最後に言い放ち、膝から崩れ落ちる今藤。満足したのか、彼女は俺の腕を引いてバーから出た。後日、とあるテレビ局の局員がタレントに手を出していたことと浮気をしていたことがニュースで報道されていた。その前日に今藤の奥さんからは
離婚が決まったことと俺たちへの感謝を告げられていたが、ここまで大きく報道されるとは思っていなかった。ほらね、女を甘く見るからこうなるのよ。ソファーでテレビを見ている俺の隣にさくらが腰掛ける。タレントを道具としてしか見ていない発言もバッチリメディアに取り上げられたし、あいつももう終わりね。せいせいしたわという彼女の発言通り、この後今藤は奥さんやタレントから慰謝料を請求され、離婚をし職も失うことになる。彼の元に残ったものは一流大学の卒業証書くらいだが、今の彼には何の役にも立たないだろう。さくらの無念が晴らせてよかったよ。見た目でいじめられ、見た目で煽られる。外見だけで判断した過去と未来での今藤の対応に彼女は相当怒っていた。これですっきりすることだろう。ええ。ところで、同窓会でのあれはどういうこと？あれ？さくらは少し口を尖らせる。みんなの前で私のことみそらさんって、どうして名前で呼んでくれなかったの？だってモデルの君が俺と恋人だなんて広まったら今後の活動に支障が。その程度で落ちるとでも思っているの？いや、それは。言語でのコミュニケーションがすっかり取れるようになったさくらはもう怖いものなしだ。日本語でも英語でも俺は彼女に勝てない。それに恋人じゃなくてフィアンセでしょ。そう、俺たちは半年後に結婚する。挙式も披露宴も彼女の希望で盛大に執り行う予定だ。本当に俺でいいのかな？あら、マリッジブルー？そういうわけじゃないけど、ヒロムは初めて会った時から私のヒーローなのよ。もっと胸を張って。ヒロムとヒーローってなんだか似てるね。といつかの手紙で彼女に言われたことがある。俺は憧れのヒーローになれたらしい。さくらがそう言うならそうなんだろうね。ええ。あら、それは次のオーディション？さくらは俺の手元の書類を覗き込んだ。そうなんだ。うちのタレントからぜひともってことで。オファーを受けたのは今もシリーズとして続いている日曜日のヒーロー番組の主人公役。いつかこんな日が来たらなんて夢見ていた。自ら手がけた役者たちをヒーローとして送り出す。そうしてヒーローに勇気をもらった子供たちが次のヒーローになると信じている。悪が滅びない限りヒーローがいなくならないとはよく言ったものだ。勇気を出せば自分も誰かのヒーローになれる。そのことをたくさんの人に伝えるため、今日も俺は奮闘する。私の席はテーブルは私一人だけになっている。今日は兄の結婚式。会場に着くと私だけポツンと一人席となっていた。丸い大きな円卓に私だけ。食事を運んでくれるスタッフもどこか遠慮がちだ。周りの参列者もこちらをチラチラ見てひそひそ話している。犯人は分かってる。神父の陽子の仕業だ。陽子は私に、あんたみたいに中卒で世間一般の道から外れちゃった人間と一緒にいると思ったら鳥肌が立ってくるわと言い放ち、兄の知らないところで私に数々の嫌がらせをしていたからだ。そう、そっちがその気なら徹底的にやってやるわ。兄の婚約者だからってもう容赦はしない。私の一言で陽子は全てを失うことになる。私の名前は直井彩。私が小学生の時に両親が不慮の事故で亡くなり、兄の拓也と二人で懸命に生きてきた。当時大学生だった兄は親代わりとなり、学業の傍ら私が困らないよう養ってくれた。親戚やご近所の人たちに支えてもらったり、行政の支援を受けることはできたものの、貧乏生活であることに変わりはなかった。拓也は昔から頭が良く成績優秀だったこともあり、今の大学にも特待生として入学したほど。しかし、そんな兄に反して、私は全くと言っていいほど勉強ができなかった。
だけど私にはある才能があるみたいで。ねえ、兄ちゃん、あの T シャツ出しておいて。え？あの T シャツ？何かに使うのか？そう言いながら T シャツを差し出す兄を尻目に、私は一心不乱にハサミを入れ、もらい物のミシンをカタカタさせた。ほら、こうしておけばわざわざ布巾を買わなくても使えるでしょ？ T シャツから変身させた大布巾をひらひらさせながら、私は自信満々に答えた。拓也は苦笑いしながらその大布巾でテーブルを拭いている。当時、拓也はアルバイトに励んでいたが、その金額はたかが知れていたし、私はまだ中学生だったので働くことは難しかった。すると、必然的に最低限の金額の中でどうやりくりをしていこうかと試行錯誤するようになっていく。限りあるものの中で創意工夫をしていく中で、私は裕福な生活では決して得られない大切なものをたくさん得得していった気がする。拓也をはじめ、近所の人たちや同級生たちの支えの甲斐もあって、つつましい生活の中でありながらも、私は無事高校に進学することができた。暮らしぶりは変わらなかったが、将来に向けて少しでも貯蓄をしていきたいと思った私は、早速近所のラーメン屋さんでアルバイトを始めた。いらっしゃいませ。夕方5時半、学校帰りの食べ盛りや仕事終わりのがたいのいいお兄さんたちを中心に、私が勤めるラーメン店は私のいい匂いで充満していた。あやちゃん、はいこれ。わー、いつもありがとうございます。助かります。ここのラーメン店では親方が作ってくれるまかないを食べることができる。これが飛び上がるほど美味しく、かつ大量なので、あまりは必ず家に持ち帰っていた。これには我が家の家計も大助かりで、さらに頑張ろうという気持ちにさせてくれるのだ。だが一つ気になっていることがある。それは毎日廃棄される食材たちのことだ。当然、まかないには必ず残った食材を使うけれど、どうしても余ってしまう。もちろん衛生面を考えると仕方のないことなのだが、日頃から無駄なく使う生活をしている私にとってはじれったい問題の一つだ。気がつけばラーメン店で働き始め1年が経っていた。うちのラーメン屋は今まで以上に繁盛しており、連日行列ができるお店として有名になっていた。おえっす。俺いつものやつね。はーい、味噌辛のネギのみね。いやー、それにしてもあっという間に人気店になっちゃったね。トッピングの量が選べるなんてよく思いついたもんだ。遡ること半年前、月に一度行われるバイトを交えたミーティングの場で、私はかねてから気になっていた食材廃棄の件を思い切って打ち明けたのだ。食器を下げるとき、必ず目につくスープに浮かぶ大量のトッピングの材料。ただでさえ物価高の現在、野菜も卵もどんどん値上がりしてきている。そうは言っても、営業終了間際に大量に残る野菜たちは廃棄しなければならない決まりだ。昔から食材一つも無駄にしないことが当たり前の私にとって、これらを処分するのは断腸の思いだった。そうだったのか。はやちゃん、苦労したんだな。親方は私の境遇を知って様々な思いを巡らせていたようだった。仕事には誰よりも厳しいが、常に私たちバイトを気にかけてくれる親方は、私にとって父親みたいな存在になっている。そんな親方のためにも、無駄なくお店が繁盛するために私たちができることをやってみたい。他のバイトの人たちも同じ思いを抱いていたらしく、私の話を真剣に聞いてくれる。そこで、こういうことをやってみてはどうでしょうか。そうして切り出した私のアイディアは、みんなの想像を超えていたようだ。人によって食べられる量は様々だ。そこでトッピングの量が選べるシステムを導入することを思いついた。お客さんにはオーダーの際、またスープ以外残さず完食した人にはポイントをつけ、固定客獲得も忘れない。親方たちは怪訝そうな表情を浮かべていたが、ひとまず1ヶ月だけ試してみようと私の提案を取り入れてくれたのだ。すると意外にもこのシステムがお客さんに大いに受け、それまであまりラーメン店に足を運ぶことがなかった女性客も徐々に増えてきた。私は嬉しかった。しかもこれをきっかけに他のバイトたちも次々と意見を出すようになっていったのだった。このお店に来てもらった以上は、バイトも社員も関係ねえ。うまいラーメンでお客様を喜ばすんだ。
幾度となく親方から言われた言葉だ。今よりももっとお客様に喜んでもらえるお店にしていきたい。こうしてお店作りに取り組んでいく中で私たちの絆もさらに深まっていく。その空気はお客さんにも伝染していくようで、それもお店の繁盛に一役買っていたようだ。そんな追い風を受け、私は接客をしながらお客さんのリアクションや様子をつぶさに観察していき、お客さんがうちのラーメンに求めていることにサービスで応えていった。店内のインテリアを少しずつ変えたり、時間帯によって提供するメニューを少しずつ変えてみたり、できることには意欲的に取り組んだ。こうしてとことんお客さんに寄り添ったサービスが SNS を中心に評判を呼び、遠方からのお客さんが少しずつ増えていき、休日には行列ができるようになっていった。こわもてな親方が美味しそうにラーメンをすすっているお客さんの様子を嬉しそうに見ている姿を見て、私は仲間たちと力を合わせながらお店を作り上げていく喜びに胸がいっぱいになっていくのを感じていた。一方、拓也は無事大学を卒業し、昔からの夢だったパイロットになった。両親が健在だった頃、家族4人で飛行機に乗った思い出が頭に残っていて、飛行機を操るパイロットに興味が湧いたのだという。確かに拓也は休日必ず私を連れて近くの飛行場に行き、延々と離着陸する飛行機をただ眺めていた。妹の私が言うのもなんなのだが、拓也は昔から背が高い上、顔も整っている方だ。当然、パイロットの制服を着た拓也が空港内を歩いていると目立つようで、女性たちはあっけに取られたかのような顔をしつつ、その目はキラキラと輝いている。拓也のパイロットとしての腕は確かなものらしく、厳しい訓練と研修を乗り越えてきた精神力は伊達じゃなかった。飛行中どんなハプニングが起ころうとも冷静に対処し、数々の危機的状況を切り抜けてきた。その経験はエースと呼ぶにふさわしい。実際にベテランパイロットや CA から絶大なる信頼を得ていた。そんな拓也がついに結婚を決めた。相手は同じ航空会社で CA をしていて、今日は顔合わせをすることになっている。私は流行る気持ちを抑えながら仕事が終わったその足で店へ急いだ。どんな人なんだろう。CA さんだからさぞかし美人なんだろうな。にやけ顔をこらえながら店内に入った私は早速見知った顔を見つけた。ごめん遅くなっちゃって。いや大丈夫だよ。ゆっくりくつろいでいたところだったから。そう言って笑う拓也の傍らににっこり笑った綺麗な女性が足を組んで座っている。この人が拓也の婚約者らしい。妹の綾ね。で、彼女は三影陽子さん。うちの会社の CA さん。拓也は私たちを交互に指しながら紹介していく。はじめまして、三影陽子です。お兄様には仕事でもプライベートでもお世話になっています。そう言って彼女は太陽のような朗らかな微笑みを浮かべた。はじめまして、妹の綾です。兄が大変お世話になっています。そう言いながら私は軽く頭を下げた。ご丁寧にどうもね。そう返した陽子は私が想像した通りのすごい美人だった。外国人と見間違うほど彫りの深い顔立ちと二重のパッチリした瞳が瞬きするたび、長いまつげがバサバサと上下する。お店も今まで行ったことがないようなおしゃれな雰囲気が漂っていて、陽子の服装もそれに合わせてか大胆にも胸元が開いたワンピース姿だ。それもあってか彼女のスタイルの良さは周りの目を引いていて、時折周りの客がチラチラと視線を投げかけてくる。拓也は見たこともないようなデレデレの表情を浮かべており、陽子にすっかりベタ惚れのようだ。最初は緊張していた私もお酒の力もあってか随分と打ち解けることができ、馴れ初めや仕事での面白話に花を咲かせた。拓也が物静かな性格なのに対し、陽子はサバサバとした明るい人だ。結婚する上でお互い足りないものを補い合っていくという点においても、こういう正反対の性格を持つ人と一緒になるのが一番いいのかもしれない。陽子は私にも積極的に会話を振ってきてくれた。拓也から聞いたけど、あやちゃん料理得意なんだって？運ばれてきた食事に舌鼓を打ちながら私は会話を返す。
まあ、得意というわけではないですけど、ラーメン屋でバイトしてたからですかね。ラーメン屋？素敵ね。今度連れて行ってよ。陽子は嬉しそうに言う。私、心の底から嬉しいの。妹ができたみたいで。ほら、私一人っ子で育ってきたしね。だから今からすごくワクワクしてるのよ。興奮のあまり前のめりに話している陽子の胸元が思わず目に入り、私は思わず目をそらしてしまった。あら、赤くなっちゃって。そういうところも可愛いよ。そうして陽子はふっと真剣な表情になり、拓也も彩ちゃんも今までとっても頑張ってきたのよね。でもこれからは家族3人で楽しくやっていきましょうね。そう言ってグラスに残っているワインを美味しそうに飲んだ。兄の相手がこの人でよかった。私は陽子の気さくな人柄にほっと胸をなで下ろしたのだった。ああ、楽しかった。あやちゃんもありがとね。はい、こちらこそ。今日は本当にありがとうございました。バーを出た帰り道、お酒も入っていることもあって、陽子のテンションは最高潮になっていた。すると陽子は突然私の腕をガバッとつかみ、ねえ、拓也、このまま帰るのはもったいないから、もう一軒、あやちゃんと女子会してくるね。陽子からの想定外の言葉に、私はドキッとしつつも嬉しさがこみ上げていた。拓也は苦笑いしながら、まあいいけど、くれぐれも飲みすぎないようにね。そう言って拓也は私の方を向き、あやは大丈夫？と心配そうな顔で問いかけてきた。うん、私は大丈夫だよ。陽子さん、女子会しましょう。おー。拳を突き上げ、陽子のテンションはさらに高くなっていった。じゃあ、決まり。じゃあね、拓也。え？ここで別れるの？そうよ、女子会なんだから。あなたは寂しく家で待ってなさい。わかったよ。あや、今日はありがとな。うん、こちらこそ紹介してくれてありがとう。そうして陽子は拓也の背中に抱きつく格好で背中を両手で叩き、その場を去るよう促した。拓也は渋々といった様子で駅の方向へと歩いていった。しばらくは拓也の後ろ姿を見ていたが、やがて姿が見えなくなると、陽子は組んでいた腕ごと私の体を思い切り押した。思わずその場に尻餅をつく私。その瞬間、陽子は早足でその場から立ち去ろうとした。私は慌てて後を追う。陽子さん、どこ行くんですか？すると彼女は笑顔から一気に顔を曇らせて眉間にシワを寄せた。調子に乗らないでよね。先ほどの笑顔一色の陽子とは明らかに変わってしまった。さっき女子会をするって言ってましたけど、あんなの嘘に決まってるでしょ？陽子は腰に手を当てながらじろりと睨みを利かせてきた。あれは拓也がいる手前、仕方なく言っただけ。だから、そう言って私の顔を凝視した後、とんでもないことを言ってきた。勘違いしないでね。あんたみたいに中卒で世間一般の道から外れちゃった人間と一緒にいると思ったら鳥肌が立ってくるわ。そう言って寒そうにクロスした腕をさすっている。言っておくけど、私の家族は拓也だけで、あんたとは所詮他人だから。あんたもこれから拓也には頼らずに一人寂しく生きていくことね。そう言って高笑いしながらヒールの音を鳴らして雑踏の中へ歩いて行ったのだった。中卒がダメってこと？私は陽子の後ろ姿をあっけに取られたように見つめていた。確かに彼女が話していた通り、私は高校を卒業していない。あの頃はラーメン店の立て直しに夢中で学校を休むことが増えてしまったからだ。その結果、出席日数が足りなくなってしまい、当時は拓也にも相当な迷惑と心配をかけてしまった。ラーメン屋の仕事が楽しくなっちゃったんだよな。と言ってくれた時の困った感情と笑顔がごちゃ混ぜになったような拓也の表情を私は一生忘れることができない。
その後私は貯まったバイト代で高卒の資格を取ることができたので、学歴上は中卒ではなくなった。だが、陽子の中では一度人生のレールを踏み外してしまった人を同類だと思いたくないらしい。楽しい時間から一転し、いきなり陽子の本性を突きつけられたことに、私は多大なショックを受けていた。それから数日後、国外線での勤務を終えて帰ってきた拓也に、私は思い切って声をかけた。ねえ、お兄ちゃん。なんだ。陽子さんのことなんだけど。陽子の名前を出されたことで、拓也はきょとんとした表情になったが、どこか嬉しそうにも見える。拓也は陽子さんに夢中のようで、幸せ漂う顔を見せられた途端、相談をためらってしまった。陽子さんって美人だし、優しくて面白い人だよね。すると拓也の目尻が下がり、あやもそう思った？そうなんだよ。陽子は俺みたいな地味用にもすごい優しくしてくれてさ、そこがすごいいいんだよ。私の心中に全く気づくこともなく、ひたすらデレデレする拓也を見ているうちに、私はこの間の件がますます言えなくなってしまった。まあ、お兄ちゃんが幸せならいいか。この後も何かと理由をつけては私を食事に誘ってくれたものの、私は全く気乗りがしなかった。だが断ってしまったら、せっかくのお祝いムードに水を差してしまう。だが陽子からはテーブルの下では足を踏みつけられたり、わざと私の使っていたフォークを落としてみたりと、拓也の見えないところで陰湿な嫌がらせをたくさんされた。一度思い切ってそれらの行為をやめてほしいと伝えたこともあったのだが、本当は嫌だけど、拓也あんたのこと好きみたいだしさ。だから仕方なく一緒にご飯食べてやってるの。だからあんたもそれぐらい我慢しなさいよ。そう言ってまるで汚いものを見るような目で私を一別し、拓也が戻ってきた時の陽子の猫なで声は今までで一番気色が悪かった。そんなこんなで私は結婚式までの日を憂鬱な気持ちで過ごしていたのだった。そうして迎えた結婚式当日。私は慣れないヒール靴で会場に向かっていた。やばい、式が始まっちゃう。陽子からどう言いくるめられていたのかはわからないが、新郎の身内であるのにもかかわらず、会場場所と開始時間しか教えてもらっていなかった。拓也からは、細かい案内等は当日行けばわかるからとしか言われていないのだ。それもあってか、私は余計に焦っていた。実は結婚式前日に突発的に仕事が立て込んでしまい、それらの対応に四苦八苦していたのだった。やっと終わったのが今日の明け方。そこから大急ぎで自宅に戻り、着替えやらヘアセットやらの準備を大急ぎでしてから電車に飛び乗った。ギリギリセーフでなんとか間に合ったが、すっかり疲労困憊となっていた私。息つく間もなく親族控え室に案内された。久しぶりに会う親戚や親族たちと和やかに挨拶を交わしつつ、早速スタッフから手渡された席次表を確認した。私の席は、テーブルは私一人だけとなっている。思わず仰天してしまった。どういうことなんだろう。怪訝に思いつつも、もうすぐ式が始まってしまう。私は拓也に確認することができないまま、急いでチャペルへ向かった。おめでとう。綺麗。お二人ともお似合いだぞ。チャペルでの感動的な式が終わり、披露宴が始まった。華やかな雰囲気の中、私は複雑な心境で彼らに拍手を送っている。黒いタキシード姿の拓也とカラードレスに身を包んだ陽子は、傍から見ると雑誌から抜け出てきたみたいで、本当にお似合いだった。すると隣のテーブルに座る親族が私に近寄り耳元で囁いた。あやちゃん、あなただけなんで一人なの？いや、来てみたらこうなってたんで、私は何も。
私は苦笑しながらもそう返すことしかできなかった。キャンドルサービスが始まり、拓也と陽子が私の席に向かってきた。陽子は苦虫を噛みつぶしたような顔をしており、私の座るテーブル席を避けようとしてきたが、拓也は私が一人で座っているところを見て思わず早足になっていた。おい、なんでテーブルにあやが一人で座ってるんだ？拓也は初めてその状況を目の当たりにしたようで驚いていた。私も拓也の反応に戸惑いつつ、お兄ちゃんと陽子さんで決めたんじゃないの？いやいや、大事な家族をそんな端っこの、しかも一人席なんかにするわけがないだろう。そう言って拓也は横にいる陽子を見た。席を決めたのは陽子だよな。どういうことなんだ？すると陽子はしれっとした顔でこう言い放った。いや、なんかあやちゃん人見知りするみたいだからさ、気疲れしないようにと思って一人席にさせてもらったの。そうして彼女は意地悪そうな表情を私だけに見せてきた。それを見て私は思わず反論しようと思ったが、せっかくの晴れの日を台無しにするのは忍びないと思い、お気遣いありがとうございますとだけ言っておいた。場の雰囲気を壊すわけにはいかない。私は拓也に大丈夫だからとアイコンタクトを送った。拓也は納得しない表情を崩さなかったが、陽子に促される形で隣の席へ移動していった。その後もどうなるかと内心ドキドキしていたが、余興やらお色直しやらと披露宴自体はつつがなく進行していく。最後の花束進呈の場面では私も揃って皆さんの前に立った。その時拓也から心のこもった手紙をもらい、不覚にも涙を流してしまったことは良き思い出だ。無事に披露宴も終わり、控え室に戻ろうとしていたところへある人が駆け寄ってきた。直井さん。声のする方を振り向くと、仕事で何度かお世話になった人だ。こんにちは。ここで会えるなんて奇遇ですね。あ、もしかして航空関係ってことは？はい、実は新郎新婦の上司なんですよ。いやー、まさか直井くんの妹さんだったとは。そうして私たちは仕事談義や雑談に花を咲かせていた。するとしばらくして式が終わったばかりの2人がやってきた。課長、今日は式に来てくださりありがとうございました。おー、2人とも今日は本当におめでとう。幸せのお裾分けだな。拓也と陽子の上司として今日参列できたことを心から嬉しく思ったようだ。ありがとうございます。それで私の義妹に何かご用が？私と上司が楽しそうに話しているのが陽子は内心気に食わないようだった。もしかしてお二人知り合いなの？すると課長さんが口を開いた。ああ、そうだよ。見影。失礼。陽子さんは聞いてないか？そう言って課長さんは嬉しそうに話を続けた。直井さんはね、うちの会社の恩人と言っても過言ではないぐらい素晴らしい人なんだ。この人がいなければ、うちは今頃どうなっていたのかわからない。そう言って課長さんは私に向かって頭を下げた。直井さん、その説は本当にありがとうございました。そうなのか。俺全然知らなかったよ。あや、すごいじゃん。そういえば仕事の話ざっくりとしか聞いてなかったけど、なんかコンサル的な仕事してるって言ってなかったっけ？そう拓也から問われ、私は笑顔でうなずいた。陽子は私たちが繰り広げている会話に明らかに動揺していた。守秘義務の関係上、拓也には話したことがないのだが、拓也が勤める航空会社はかつて経営危機に陥っていた。そこで会社はこの危機からの脱却を図るべく、私が勤める会社にコンサルの依頼をしてきたというわけだ。私は立て直しのチームリーダーとして次々と改革を行っていった。今もまだ改革の途上にはあるものの、私たちのチーム力と会社の努力が実を結び、どうにかその危機から免れることはできた。ちなみに私が勤めているのは割と有名な大手コンサルティング会社で、時々社長がテレビに出ているのを見ることがある。当時アルバイトをしていたラーメン店の立て直しに大きく貢献した甲斐もあり、当時個人店だったお店はどんどん成長を遂げていった。
その後も私は仲間たちと一緒になって様々なアイデアと知恵を絞り出しては次々と実行していくことを幾度となくやっているうちに、ついに大手飲食チェーンの一大会社にまで上り詰めたのだ。当時私が慕っていた親方は社長として数々の手腕を発揮した後、現在は会長として後継者の育成を積極的に行っている。そして私はラーメン店での功績を買われ、いわゆるヘッドハンティングという形で今のコンサルティング会社に入社した。入社後も私は様々な依頼において手腕を発揮し、今は最年少ながらコンサルティング部門の部長として東西南北顧客の依頼に最大限応えていくべく奔走する毎日を送っている。直井さんの町のラーメン屋を全国チェーンにまで押し上げた実績、本当にすごいですよね。課長さんは汗を拭いつつ恐縮した様子を見せた。いえいえ、親方やスタッフのみんなのおかげですよ。その様子を見て、陽子は私に噛みついてきた。コンサルなんて単なる話し相手でしょ？誰だってできるわよ。大した特技や能力もいらない素人でもできる簡単な仕事でしょうが。そうね。そんな素人の私から陽子さんにお伝えすることがあります。そうして私はここ最近考えていたあることを思い切って切り出すことに決めた。課長さん、ここでお話をするのもどうかと思ったんですが、いい機会ですのでよろしいでしょうか。例の生理解雇の件のことなんですが。ええ、ぜひ。課長さんがごっくりと唾を飲んだ。三影陽子さんをその対象者とさせていただきたいと思います。すると陽子は憤慨し、私に突っかかってくる。ちょっと、生理解雇って何？やめさせられるってこと？聞いてないんだけど。だが私は構わず話を続けた。陽子さんからは顔合わせの時から現在まで兄に隠れ引くに忍びないような言動や嫌がらせをたくさん受けてきました。私は嫌でたまらなかったけれど、兄の幸せを邪魔したくなくてずっと我慢してきました。それに、そう言って私は分厚い書類を出した。人事の方からここ最近入社年数の浅い CA さんの離職率が高いことも伺っていたので不思議に思っていました。そこで秘密裏に陽子さんについていろいろ調べさせてもらいました。書類をペラペラめくっていき、文字を追っていた課長さんの表情が真っ青になっていく。拓也も思わず手に取り中身を確認する。そこには陽子が社歴が若い CA たちに対して常日頃から嫌がらせをしている具体的な内容が書き綴られていた。だが陽子はこの状況でもなお逃げ切るつもりのようだ。ちょっとあんた、いい加減にしなさいよ。私が嫌がらせをしたって証拠でもあるわけ？それを聞き、私はスマホを出して何かをタップした。すると突然女性の声が聞こえてきた。あんたみたいな世間から道を外した中卒が妹だなんて、拓也がかわいそう。それって私のことを指してるんですか？当たり前じゃない。他に誰がいるのよ。拓也が唖然としている。陽子はわなわなと体が震えていて、今にも発狂しそうな勢いだ。他にもありますよ。そう言って私は再びスマホをタップした。痛い！陽子さん、何するんですか？あら、ごめんなさいね。てっきり靴じゃなくてボロ切れかと思っちゃって。ちょっといい加減にしなさいよ。そう言って陽子は近くにあった小さめの観葉植物を手に取り、こっちに投げようとしてくる。おい、やめるんだ。拓也が必死で止めた。だってこの人、私を妬んで邪魔しようとしてくるんだもの。三影さん。課長さんの重苦しい声が響いた。君、直井さんに随分とひどいことをしてくれたもんだね。彼女はうちの会社の危機を救った人なんだよ。彼女のおかげで今のうちの会社があるのがわからないのか。しかも君は社内でもこれだけのことを。君は CA の風上にも置けない人間だ。拓也も陽子の思わぬ本性にすっかりうなだれていた。陽子、
君がこんな人だったとは思わなかったよ。この間辞めてしまったこのことだってすごく気にかけていたよね。あれは嘘だったのか？違うの、拓也。これには訳があって。だが拓也は話を遮り、何より君は俺の大切な妹を傷つけた。たった一人の妹なんだよ。男子で君を許すことができない。そして拓也は立ち上がり、ピカピカの結婚指輪を抜き取った。悪いが、婚約はなかったことにさせてもらう。もちろん君の両親には理由を話すし、場合によってはそれなりの対応をお願いすることになると思う。じゃあ、綾、先行ってるよ。うん。待って、お願い、話を聞いてよ、拓也。その場を立ち去る拓也の後を追うように、陽子もその場から去ってしまった。私はしばらく呆然としてしまったが、課長さんが私の肩をポンと叩きながら、直井さんはお兄さんを救ったね。そう言って私をねぎらってくれたのだった。結局、今回の一件により、二人は婚約解消の運びとなってしまった。完全に陽子の非が原因だったとはいえ、それを見抜くことができなかった自分も悪かったと、拓也は陽子の両親に謝罪の弁を述べた。両親はすっかり憔悴しきっており、特に母親はしきりに頭を下げながら謝罪の言葉を繰り返していたとのことだった。社内にも噂話として広がり、プライドが高かった陽子はこそこそ逃げるようにやめてしまった。航空業界というのは狭いもので、結婚式当日に婚約破棄されたことや日頃の嫌がらせが格好の噂話となり、陽子の一件は他の航空会社でも相当話題になったそうだ。そのおかげで陽子はどの航空会社でも採用されずに、今はアルバイトをしながら食いつなぐ毎日を送っているらしい。そうして拓也はというと、婚約解消直後は意気消沈していた様子だったが、仲間内から励ましの会という名目の飲み会で連日連れ回され、吹っ切れたのか立ち直れてきたようだ。そして今日から3日間国外線勤務ということで、今頃どこかの外国の上空を飛んでいることだろう。それから、今回の一件で私に辛い思いをさせてしまったと拓也は心の底から謝ってくれた。そして今度彼女ができたらいの一番に会ってもらうよと笑顔で断言したのだった。私は早くに両親がいなくなってしまったけれど、兄として拓也が一生懸命支えて見守ってくれたからこそここまで頑張ることができたのだ。家族は支え合って生きていくものだ。私も拓也もこれからはそう思い合える人と巡り合えたらいいなと思っている。